遠藤浩太と申します。京都祇園で、和食割烹をしております。でもちっちゃい時から好きでしたね。父親のその仕事について行って魚触ったりとか、魚をおろしてるのを見たりとか、ちょっと特殊な魚屋なんですけど、仲買って言って、いらっしゃいませで魚を売るお商売ではなく、お料理屋さんにしかおろさない魚屋。厳しい頑固な親父で、やっぱりなんでしょう、我の強い人ですし、こだわりがきつい父ですね。仕事にもこだわりを持ってますし、魚屋はお店をね、支える、美味しいものを提供するっていう裏方の仕事だっていうのをよく言ってたので、何にびっくりしたっていうと、僕が初めて飲食店で勤めた時に、全然美味しくないなって思ったんですよね、魚が。いや、今まで僕の知ってる魚じゃないと。僕もっと美味しい魚知ってるけどなっていう、外に出て初めて気づいた。自分が今まで食べさせてもらってた魚がすごくいいものだっていうこと。これはもしかしてと、家業の魚をもっとこう手軽に皆さんに食べてもらえるお店ができたら、そんな飲食店やりたいなって思って始めたお商売なんですけど、僕はいかに料理をしないっていうのが僕の料理のやり方で、いかにそのまま自然体で出すか、基本的にもう切って出すだけ、焼くだけ、揚げるだけって実にシンプルなんですけど、シンプルであるからこそその素材のね、真髄が伝わるというか、伝えやすい料理の仕方なのかなと。単純な作業なんですけど、単純な作業だからこそ奥が深いというか、そこをこうお客さんに伝わればなって、だからやっぱりきちっとしたものをちゃんと見ないといけないというか、その素材を理解するというか、鍛えようと思って備わったというよりもやっぱり経験であったりとか、やっぱり今でもねわからないこともありますし、ほんまに答えのないね、答えがないからこそやっぱ面白いんですけど、お料理って正解がないので、僕の道具へのこだわりっていうのは、正直僕はあんまり切れすぎる包丁って好きじゃないんですよね。ピンピンに切れる包丁ってすっごい使いにくいんですよね。やっぱり使い込んでちょっと馴染んできたぐらいが僕はすごく好きで、初めて包丁を買いに行った日まで覚えてます。父と一緒に錦市場の有次さん、今も使ってる包丁なんですけど、出刃包丁と柳包丁1本ですね、購入したのを覚えてますね。昔はもっと大きかったけどね、どんどん細くなって、ちっちゃくなってきて、でもこうやってちっちゃくなっていく、短くなっていく、でも手にはしっくり馴染んでくる。でちょっと傷もついてきて、自分がつけた傷があるからこそ仲良くなって相棒になっていくみたいな。初めて父と桂川でブラックバスを釣りに行ったのを覚えてますね。小学校の頃、もう学校が終われば急いで家に帰って父と一緒に琵琶湖に行くっていうのがもうなんか日課というか、自分がやっぱ手にして嬉しかった道具っていうとやっぱり98のステラ。父も使ってたっていうのもありますし、譲り受けたというか、やっぱ嬉しいですよね。やっぱ憧れというかね、これを僕が使うのかみたいな、喜び、嬉しさみたいな。やっぱりそのね、最初初めて持った時はドキドキしながら持ちましたし、でもだんだんこう傷がついていって、自分のものになっていって愛着が湧き、でたくさんの時間とね思い出が詰まってるもんなんで、なんかそういう一つ一つ小さなことがこう思い出されるというかね。でも今思えばなんかこう懐かしさみたいなのになって、その道具が使う道具っていうよりもなんかちょっと特別な存在というか、思い出であったりとか、自分のなんか幼少期の塊みたいな、そこにある価値みたいな。息子と釣りをしてると自分の幼少期とすごいやっぱ被るんですよね。今自分が子
子供と釣りをしてる自分の年齢っていう、あの時父の年齢と一緒なんですよね。はい。そう思うと、あの時父はどう思ってたのかなとか、あの時言ってたこの言葉って今僕がじゃあその子供にね、同じように伝えれてるのかなとか、そこをすごくなんか重ねてしまう。釣りを通してなんか自分の幼少期とあの時の父の立場っていうのをすごい被ってくるんですけど、なんか不思議な感覚ですよね。やっぱり自分が好きな釣りをね、息子と一緒にできるっていう嬉しさ、やっぱり自分が幼少期にしてた釣りの楽しさとはまた違う楽しさがありますよね。今実際に子供と一緒に釣りをするっていうのは。経験と時間は積み重なる。自分が歩んできた経験値、積んできた経験値、その積むっていうのはやっぱ時間が必要であって、積み重ねていくものだと思うので、土台をしっかり固めていかないと。やっぱり土台がグラグラすると崩れやすいんで、崩れないように時間をかけて積み重ねていく。積み重なったものが経験であって、それを経験があるからこそやっぱりこうね、武器になるという。そしてゴールがあるものではないので、ここまでできたから OK っていう着地点は僕はないと思ってるんですよね。経験と。で、終わる時間もないと思うので、ずっと一生やっていく。だから面白いんでしょうね。